220。なんかいざこうなるとそう恥ずかしいですね。普段めっちゃ話してるんだけど、でもね目合わせるのちょっとね誰でも苦手だから私ねマヤの目が好き。本当になんか、パフォーマンスの時とかも、結構眉毛動かしたりとか、結構なんか、マヤ独特な表情があって、その時にすごくなんか目が鋭くなるのねマヤは。だからそういうところがめっちゃなんか素敵だなって、なんかちょっと切れ目っていうの、なんかそんなクリンとかいうよりかはちょっと女性らしいシャッっていう感じのところがすごくいいんじゃないかなって。本当に私も目なんだけど、逆にその丸い目が可愛いなと思って。私丸い？なんかクリってしてんの。だからなんか遠くから見た時も目がクリクリしててめっちゃ可愛いなと思うし、なんか自分にない部分だからこそ羨ましく思うの。絶対そうかも。私もそうなのかも。だって私目細めたらただただ変顔してるみたいになっちゃうからさ。なんかリオは綺麗と可愛いの合体版みたいな感じ。めっちゃ褒めてくれるでしょ。いつも言わないけど恥ずかしい。恥ずかしいって思う。ないものねだりだよね。そうなんだよ。特に顔のパートとかはさ、特に自分にないものがめっちゃいいな可愛いなってなるもんね。多分系統が似てるけど可愛いとかが強いかとかね。かっこいいちょっと綺麗系だしね。しかも結構さ、なんか系統は違うけどさ、好きなものとか結構似てるじゃん。だからなんか前あれ買ったんだみたいな。この前の靴モコモコのスリッパリオのやつ見て、うわ欲しいと思って。めっちゃある。前のやつ見てわああれ可愛い欲しいなって思ったりもするし、ちょっと悔しいもんね。買われた。買われたみたいな。うわめっちゃ可愛いの見つけてくるやんみたいな。あるあるだよね本当に。あるあるですね。なんか雑誌私たちの周りにめっちゃあるじゃん。でも私これ今目の前にナイロンあるけど、私このナイロンのもやめっちゃ好きなの。本当に？めっちゃ好きなの。これの個人カットのマヤのヨギボーの上に乗ってなんかさ、こんな感じのやつめっちゃ好きなの。本当にでもね私もねこの中だったよね。私このナイロンのリオ好きなの。本当ね、ちょっとやめてよ。やっぱりなんかお互い好きな時の好きなやつ同じなんだって。同じ。マヤはめっちゃ表情の使い方がうまいから、雑誌の撮影とか写真撮影する時とか楽しそう。なんか私は割となんか色気のある顔とか結構苦手なわけ。でもたまにね思ってた顔と違う時ある。見ててあれこんな顔してんの。もうちょっと目開けようみたいな。もう目こんなんしかない。やば。そうだよね。たまに失敗するよ。本当に。これはめっちゃ本当に、全部良かったんだけど、なんか良さが見えてる。合ってためっちゃ。でもなんか新しい服着てるみんなとか見ると可愛いってなる。新鮮。だからなんかすごく多分リオがメンバーの中ですごくファッションがどうってみんなから言ってくれるから、すごく勝手に思うのが。みんな似合いすぎて、みんながどんどんおしゃれになって、なんかもういつかリオはそうやって言われてもらわなかったらどうしようってたまに思っちゃう。そう、楽しいんだけどめっちゃ元からファッションがめっちゃ好きだから言われすぎるとね嬉しいんだけどねめっちゃ。でもリオと買い物行くと普段行かないお店に行くから逆に楽しい。私すぐ入るからお店。私めっちゃ長いよね。でも入っちゃうと。ありがたい。入らないからそういうお店に普段。だからここ見ていいじゃんってなる。本当にいつも同じ感じのとこしか入んないから私は。そんなイメージ。でいつも同じ色探してるから。黒と白あたりね。黒と白と茶色。たまに頑張って紫ブルーあたり。去年の一昨年の夏かな、私に似合う色の服探してって言って本当に初めて青を着た時。そうだ。あの時期だから青にドハマりしてさ。多分私自身もマヤは青が似合うって思ったから選んだわけじゃん。
でそっからその年の誕生日プレゼントも青の服プレゼントしたよね。そうだわ。それでそっからずっと青着てて、今でも青はまだ持って似合うものだった。だから黒白茶色青ちょっと青は自信あるみたいな。その分はね本当にありがたい。出会わせてくれた。よかった。私はあれじゃない、誕生日の時にカバンと洋服ともらったやつは本当に今でも使ってる。使ってるね。使ってくれてるよね。じゃああと私もそれのお返しの誕生日プレゼントでもう本当に買おうとしてたものをめっちゃもう2つ帽子もだったし髪の毛のところにクリップもちょうど買おうって思ってたやつをもらって、で帽子もまさにうわリオだわってやつもらって。本当にプレゼントとかはマジでさすがだなっていつも思う。もうなんか自分が欲しかったとか自分が絶対似合うものをね、好きそうなやつをちゃんともう絶対にみたいなこれしてたみたいなやつを絶対にお互いプレゼントするから間違いないと思う。プレゼントに関しては。しかも私言ったもんね、これ絶対好きだからとか言いたいのに早く渡したい一生懸命。絶対私好きなの選んだからとか今ちょうだいよって言っても本当にちょっとずつ待ってとか言って、たらもう完全に好みのやつをくれるよね。安定だよね。好きなステージやっぱり私はもうこのツアーのクラップとあと私たちのユニットのリオのソロのデモかな。もうやっぱりやっと来たって感じ。20って結構可愛い振り付けとかが多くて、やっぱりリオの良さっていうのが最大限に活かせる時がもうそこだったなってもうこれって感じある。ありがとうございます。本当にいつもさベンベンでさはけてる時あるやん。もういつもなんかこうやりたいけどできんからちょっとね私実はこうやってる時ねまこちゃんにこうやってやられるんでしょ。そうでもそれよりもリオのこと頑張れみたいななってる。本当にあれは激アツだ。いや嬉しいですね。いや私はですねちょっとだいぶ遡りまして二次プロジェクトのフィールスペシャル。もうあれ本当に好き。本当にもうだってもう私綺麗って本番も収録されたけどさ毎回流れる。そう綺麗ってなってるじゃん。もうあれ本当に心のもうつま先くらいから上がってきた綺麗だったの。嬉しい。本当にしかもすっごくいろいろと悩んで練習してたのを私はめっちゃ知ってるからなんかめっちゃ悩んでたのも知ってるしすごくなんか大変だったこととかすごくもう知ってたからこそ本番見た時のこれだっていうもう感じがなんか全てが綺麗だった。ビジュアルも綺麗だったしそのなんか歌声も綺麗だったし表情とかもだし全てなんかもう素敵だなって思ってなんかだからその時のステージが今すごくパッて思いついてあれだってめっちゃなった。あれも良かったなって思う。そのニジプロの時のスイングベイビーの時にチーム分けされた時にリオとまこちゃんと同じってなった時にシャーみたいなオーディションだったけどなんかちょっと一個のなんかその本当にオーディションでもない発表会みたいなやつのために準備するちょっと学生心じゃないけどそのなんかちょっとチーム組んでみましたみたいなそんな感じだったよね。めっちゃあの時はある意味練習中オーディションのこと忘れてたと思う。ね忘れてたね。楽しかったし。楽しかった。マヤと私はめっちゃ話すじゃん。もうなんか相談相手じゃんお互い。だから本当に頼もしいよね。いやなんか本当に言わなくてもわかる。なんかリオが今辛いんだろうなって時もわかるし、私が辛い時も絶対にわかるってなんかもう感じられるねエネルギーみたいなのね。そう本当にそうだし、しかも何で悩んでるかもわかる。こうで悩んでるんでしょって言ったらもうどうしたらいいかわかんない。結構すごくない？だってレッスン中とかでもさ、今マヤ多分これでこうで今こう思ってこうなってるんだろうなって思ってすぐわかるもんね。すぐマヤのこと連れ出してで言ってってなってもなるよね。すごいよね。
でもリオの楽しいとこはそこですぐ言ってくれること、なんか私は感じ取ってもこう思ってるんだろうなって終わっちゃうから、だから後でこうやってメッセージで言うか、2人きりの時に大丈夫っていうかしかできないけど、いやでも全然それでもありがたいよ。いやでもリオは本当にその時にすぐに言ってくれるからありがとうってなる。最近はもうなんか分かってくれてるっていう安心感があるから、お互い声かけなくても、でも大丈夫かってなる。確かに、いやお互い頼もしいよね。頼もしい。本当に本当に頼もしい。本当になんか分かるもんね。頼もしい。普段一緒にいるから心細くなった時、なんかもう辛い時とか、もうなんか寂しい時とかに、お願い誰かいて、かっこリオみたいな。だから結構頻繁にある私は。なんか夜なんか部屋とかも今別々の部屋使ってるから、夜なんかどうしようもなくなんかちょっと悩み事があって、どうしよう、もうちょっとやばいかも、どうしようってなった時にマヤみたいな。そうだけど結構時間が遅かったりする。そこでお互い行けばいいのに行かないからちょっと躊躇するから結局朝迎えるよね、一人でってなってなんかなっちゃうんだけど。そうなんだよね。覚えてる部屋で隔離の時に隔離って韓国での隔離だ。そうあの時に初めてリオにもう号泣しながら、それまでもいっぱいあったけど、あの時になんかマヤはなんか自分を持っていいみたいな、なんかもっと自信持っていいよみたいな感じの言葉をリオからもらった瞬間にもうブワッて涙出て、あの時めっちゃ大事だよね。あの時どうしようかと思ったの。すぎてマヤ頑張るっつって、割と最近もあったじゃん、まこちゃんと3人で来てくれた時もあったけど、本当になんかいつもリオの言葉に救われる。本当に内面的な成長は本当にリオの。でも本当に変わったよね、マヤめっちゃ。なんかすごくなんかリオも韓国で一回マヤにさ、本当にさ相談しに行ったわけでもなく、自然とそういう話の流れにリビングでなって、今こうでこうでこう思ってるんだよねって言った時に、なんかすごくもっとなんかマヤも多分その時はもうリオになんかもっとリオらしくいていいと思うみたいな、チルに生きなよみたいな、そうもっとなんか楽に生きなよみたいな、なんかすごくリオはいろいろな他のことも考えすぎててみたいな感じで言ってくれた時に、すごくマヤの成長を感じたの。でそれですごくリオもなんか心楽になったし、でそっからマヤもすごく何回か気にかけてくれて、すごくなんかめっちゃ楽になったし、チルに行っていいんだなみたいな、なんかそんなマインドにもなったから、お互いの影響大きいよね。大きい。なんか自分にないものをその時に言ってくれて、でまたそれが一個積み重なってみたいな。なんかニジプロの時から思ってたけど、なんか本当にメンバー9人いて、最初は本当にお互いの性格が違うわけじゃん。で違ってだけどだんだんこう一緒に毎日生活していくからこそ、いいとこがあったらもっと仲良くなったりとかするけど、マヤは最初からなんかこの子がいてくれてよかったなって思うメンバーだった。本当に。ちょっと鳥肌。しんどくなったら言う。何かあったら言う。何かやったら言う。私も今そうやけど、ちょっと気を使っちゃうのね、言う前に。今言っていいかなみたいな気を使うけど、気を使わずに言う。もうどんなタイミングでも言う。そうね、悩み事を一緒に解決する。だって絶対一緒だもん、思ってること。そう絶対一緒だから、だからその心配をしない。分かった。で近いうちに遊びに行く。ちょっとなんか落ち着いたとこ行きたいよね。なんかご飯とか美味しいご飯でも食べ、ちょっと大人びたところ行って、20歳になったんでちょっと大人びた美味しいなんかわかんない、パスタでもなんかわかんないけど美味しいなんかご飯でも食べに行く。はい、じゃあ約束。本当に言うんだよ。はい、私も言うから。絶対だからね。いや、だから起こしてね。言わないのあなただからね、絶対に。言うんだよ。そう、分かった。オッケー、言います。はい。
約束しました。今日はすごいいろいろとプライベートな話もしましたが、でもよかった。なんかちょっと安心したというか、じゃあ約束守っていきましょうかね。